最低気温もねマイナス 19.1 度まで下がったみたいですね。北海道を目指して木の白さがちょっと違いますね。どれぐらいやろ、マイナス10度ぐらいだからマイナスまで落ちましたね。室内もサブバッテリーですね。 10% も回復してなかったんですよね。今の気温がですねマイナス16度ですね笑うしかない。枕ね、これがバンクの上の天井に当たってたんですよ。そしたらここね凍ってるんですよ。今ね青森フェリーターミナルに着いたんですけど、駐車場の雪かきがされてなくって全部ねこんな感じで止めるところも結構こんなんなんですよ。もう雪がガサッとあって、これをね自分でどけないと特に FA ヒーターつけるんでこの辺どけとかないと詰まっちゃうんで、なので今から今回ねこれはね前から持ってる折りたたみのスコップなんですけど、今回はね大きいのも持ってるんですけど、とりあえずねこれでもう軽い雪なんでささっとやってしまいます。よいしょ。まさか駐車場で雪かきをしないといけないと。今私たちがいる場所は青森フェリーターミナルです。ただいまの時刻はもう思ってるより遅くなっちゃって、お風呂とかいろいろご飯食べに行ったりとかしたからね。ああ、じゃあ母ちゃん温泉着きましたよ。いやそれめっちゃ脱げてんでなんか恥ずかしいわちょっと気合い入れておるな、このステップが、ちょっと凍ってきてほら。また後で、はい、スコップで取ります。頑張って取ってきました。はい、頑張ってはい、じゃあここね、毎回青森来たら来てますね、この温泉。本当やねじゃあ温泉行きましょう。ここ熱々の温泉ですからね。はい、かなり遅くなりました。で、明日のフェリーは10時発なんですね。後でフェリーターミナルのチェックインカウンターにトイレに行くときにチケットの発券をして、で明日の朝9時ぐらいにチェックインするっていう感じですかね。もうちょっと早くしないといけないのかな。それはまた聞いたらいいね。それとただいまの気温なんですけれども、雪がねものすごいんですよ。もうここの駐車場入るのに駐車場ねいいとこが空いてなくって、いいとこっていうのはその前に誰かが入ってる駐車場だったら雪がないんですね。でもそういうとこはやっぱり先に入ってて、でもう大体雪がこんもりになってるって言って、でもう一番出やすくってトイレとか行きやすくって、で車を出しやすい端側を雪かきして入れました。でも雪かき失敗して車ちょっと傾いてて、今こういう状態、こっちにこう傾斜してて、私たちこういう感じになってるんですね。はい。で、ただいまの気温なんですけどマイナス 2.8 度ですね。多分もうちょっと低いんだと思います。普通道路脇の気温計はマイナス4度かマイナス5度だったんで、多分もう少し下がるかなと思います。これでも雪ね、明日これまた朝雪かきせなあかん、出られへんとかそんな感じかな。この駐車場自体を雪かきしてくれるのかな。これしてくれてるもんな。この違うのかなとは思うんですけど、
まあ起きてまた雪かき出る方向全部雪かきせなあかんかったらフェリー乗られへんとかなる。まあなんとかなるやろ。まあさすがに青森ですね。もう雪がものすごいですね。まあ、これからねもっと厳しい北海道って思うんですけど、まあ青森もね雪はやっぱりすごく多い地域ですから、まあ、当然っちゃ当然ですよね。これ山手におったらものすごい雪積もってんのよね。あ、嫌やね。いや尻尾踏んでたから動けなくて。そうか。さっきからそれで言っててね。ごめん。それでねこれですよ。これね足つけるやつあるじゃないですか。雪入ってこないようにするのも。でまあ簡単になんか安くてないかなと思ってたんですよ。だから鹿角のところ、道の駅鹿角を出たところにワークマンがあって、でそこでねこれ490円で売ってたんですよ。で私これ買って、でそしたら家内も買うかとかなって、で家内が買ったのはこれオレンジ。めっちゃ作業。ワークマン。ほんまのワークマン。まあ同じ種類で490円なんですけど、家内のはオレンジにしました。まあジャンボはオレンジで、オレンジなんで面白い格好になると思いますけどね。いつでも仕事行けんで。まあね、まああなた仕事好きやからいいじゃないですか。ピーピーもできそう。ね、もう今日はねコーヒー入れる元気がないんで、元気がないというかさっきお風呂入ったばっかりで暑いんで、ノンアルのビールとノンアルのメッシュで今夜の締めにしたいなと思います。はい、じゃあかちゃんいただきましょう。はい、いただきまあ、じゃあまた爪払う。す。はい。はい、じゃあもう今日で本州お別れですね。明日から北海道、はい。頑張りましょはい。う。もう頑張らないといけない、多分。頑張りましょう。心構えを。はい、本当に事故のないようにね、はい行きましょう。いただきます。母ちゃん、はい。じゃあチケットカウンターにはい。行きましょうか。行きましょう。でもただいまの時刻ははい。なんかめっちゃ遅くなって、動画の撮り込みとかしてたらもう11時前とかかな。ただいまの時間は12時33分です。あ、本当？はい。結構行っちゃいましたね。なんか取り込んどかないとね、データがもういっぱいだったんで、はい。これはね仕方ないですね。あ、で今前に見えてるのがチケットカウンターですね。なんて津軽海峡フェリーターミナル。はい、そうですね。なんか2人ともちょっと疲れ気味でなんか寝たかったんですけどなんか、まあ、動画の撮り込み待っとかないといけなくて、元気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 ですね、今からねチケットカウンター行ってチケットだけ発見しておいて、でもうあとはトイレ行ってね、もう寝れますね。はい。はい。そんなに積もってないですね。大丈夫やな。あ、来てますね、フェリー。あれに乗って北海道渡ります。じゃあちょっと散歩行こうか。散歩行く？散歩。鍵穴が凍っちゃったんで海氷スプレーで溶かしていきます。
海氷スプレーかけたんですけど、使い方間違ってんのかな。鍵穴が開かないですね。中まで通らないですね。この辺で凍っちゃってて、ダメですね。海氷スプレーでこの鍵穴を開けようと思ったんですけど、開かなかったです。使い方間違ってるんかな。熱いお湯じゃなくてぬるま湯を沸かして、で鍵穴を開くようにしたいなと思います。雪下ろしのね道具が入ってるんですけど、ないんで今これ車内にあったこれで雪下ろしていきます。もう少ししたらねチェックインしないといけないんで、ちょっと急いでやります。ぬるま湯、本当にぬるいお湯をかけたら開きました。あまりね熱いお湯をかけると多分ダメだと思うんですけど、ぬるま湯ぐらいだったら大丈夫かな。でこれでね今からちゃんと雪を下ろしていきます。シェード取っていきます。これでね、でも凍ってないな。今朝までの一番低い気温でマイナス5度ぐらいだったんで凍ってるかなと思ったんですけど、今日凍ってないですね。ワイパーとかはねもう完全に凍っちゃってるんですけどね、これはねゆっくり溶かします。一気に剥がしたらゴムが傷むと思うんでゆっくり溶かしたいと思います。シェードはねこうやって吸盤がついてて、これで止まってるんですね。こんな感じですね。寸法的にはねこのシェードがぴったりなんで、便利ですね。でね、これもこの吸盤がつくときはいいんですけど、ちょうどね私のね向こうなんかはナビのねアンテナが来てて、吸盤のここにねちょうどナビのアンテナが来てたりするんで、つかないんですよね。でそれでねつかなくてうまくいかないって言ったら、視聴者の方からねこのサンバイザーこれを下ろして押さえたらいいですよって言われて、でねこれずっとやってます。おはようございます。今からフェリーターミナルのチェックインカウンターでチェックインしようと思います。今の時刻は8時45分です。8時45分ですね。結構ギリギリになりましたね。長いあかんや凪の散歩したりとか雪下ろしとかして整理してたらギリギリになりましたね。じゃあ今からチェックインカウンターでチェックインしてきます。ここでちょっと何？上野発の夜行列車降りた時からちょっとうまいやどうしたなんか今ハマったん。ちょっと顔から作っていったら降りてきましたもう始まった。いつも通りや。違う歌になっとった風呂入ってたみたい。海峡冬景色どうでしょうかどうですか、画伯、歌詞も二足のわらじですね。歌詞も行こうと思ってるんです。頑張ってます
応援よろしくお願いしますあ、よいかな、遅れるかーちゃん、はい、いよいよはい北海道、はい、渡りますね。渡りますね。今回はブルードルフィンはい、に乗せていただきます。はい。じゃあここからですね、過酷な北海道かなどうかな結構ここまで来るのもね、雪が大変だったんですけど、まあ、この先はね、寒さとの戦いかなと思います。なんで旅行やのにまあ、冒険です。はい、プチ冒険してきますじゃあ行ってきます。さあ、いよいよフェリーですね、母ちゃん。はい。ブルードルフィン。はい行きましょう。ワンちゃん連れてるので、この一番エレベーターに近いところに寄せて。よかったね。ここにね、前回もそうだったんですけど、このカート大きいんで部屋に入らないんですね。部屋はこんな感じで扉がついててロックされるようになってるので、この中ではもうフリーにすることができます。で、この外側、なんとあ、今日行けないの？陶器は、そうか。滑るからかな。そういうことか。ここがですね、凍るんですね、多分。なので滑っちゃうからっていうことだと思います。残念。そうか、にゃんちゃん出れへんわ。もうこの中で暴れとき。にゃんちゃん。ね、クローゼットはこんな感じですね。まあ十分荷物は入りますよね。大きいバッグとかも入りますね。ペットシートも3枚、2枚かな。大きなものが2枚ついてます。大きさちょっと広げてもらっていいですか。かなり大きいですよ、これは。はい、こんな感じで大きいのが。はい。まあこれで1回ぐらいだったら十分なので、3時間半の航海なんで、まあまあ大丈夫かな、大体ね。はい。姉ちゃん服着てるやん。ナギは毛がよく抜けるんで、服着てあんまり毛が抜けないようにしておきます。まあ寒くないけどね、どっちかというと暑いな、ちょっと。暑いぐらい。しゃあないね。
北海道はい上陸です。北海道なんかもう寒いよね、このフェリーの。車の中すでになんか冷やっこいね。めっちゃ寒かった。なんかエンジンかかるのもちょっと怪しかったような気するわ。気のせいかな。北海道でっかい今ビブラート。やるんやな。すごいね、にゃんちゃん。北海道ですね。すごい。冬このこれ開けるところが凍っちゃってね、よいしょ。ちょっと動いた。俺は動いてるかな。でも動いてるね。よかった。大丈夫でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。青森で入れずにここは北海道で入れるのを待ってたんですね。でそれは視聴者さんのコメントで北海道に行ったら経由の通らない経由3号経由っていうんだと思うんですけど、それが入れられるから北海道に入ってから給油した方がいいですよっていうことだったので、なので北海道に入るまで給油するのを待ってました。もう秋田ではね給油してたんですけど、混ざっていっても大丈夫っていうことでコメントで教えていただいたので、多分大丈夫だと思ってここで入れて、これでねもう燃料が凍る心配はないと思います。今ね函館からこれ松内に向かって走ってるんですけど、海沿いを走ってるんですね。下道を走ってるんで、そしたらこの辺ってあんま雪ないんですね。道の横にはね雪が一応あるんですけど、本当に少ないんですね。なんかもっと雪があるかなと思ってたんですけど、この函館の辺りっていうのは少ないんですかね。ちょっとびっくりしますね。もっと雪ガッサーなってるのかと思ったんですけど、なってなくて走りやすいです。今のところはですけどね。あとまだ80キロぐらい、まだまだありますけど、この道だったら大丈夫だと思います。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は4時間ちょうどです。運転お疲れ様でした。温泉やってるこれ。母ちゃん、道の駅黒松内に着きました、ですが温泉がねやってないんですよね。今日定休日で書いてないよね。水曜日かな。第1第3水曜日だった。今日火曜日なんですよね。今日火曜日やな。あれそれで選んだっちゅうのもあるんですけどやってないですね。で気温はもうかなり寒い感じですね。途中のね路面もそんなね凍結は一応してるんですけど、そんなブラックアイスバーンみたいな感じというか、ブラックアイスバーンを知らないんですけど、私はザーッと上をね表面を雪が流れるような感じだったんで、凍ってるかなっていうぐらいでしたね。でそんなに滑るっていう感じではなかったですけど、でもね残念ですね。とりあえず一回見に行ってみて、もうダメそうですよね。だって車止まってないんで、ダメだと思います。とりあえず見に行ってみましたね。でね、星ねめっちゃ綺麗なんですよ。これ見えないと思いますけど、星がねめっちゃ綺麗なんですよね。よいしょ。やっぱ下めっちゃ凍ってる感あるな。音が、温泉施設ってこれ併設なんかな。ちょっと離れてるとか、もしかして温泉のブナの森っていうのかな、それはねどうも住所が違う、道の駅に併設って書いてあったと思うんで、でもね前回ここに来た時も温泉なんかあったかなと思ってたんですけど、どうもねここから15分ぐらい離れてるんですね。違う場所にあるみたいで、で入れそうなんでよかったんですけど
来てちょっと実際には嘘やんと思ってて、なんか休館日ハンターとかまた言われるからもういや大丈夫ですって言おうかなと思ってたんですけど、実際には体冷え冷えで入りたかったんでよかった。北海道が広いから併設あ、そういうこと。いや、そんなことはないけどね。あってよかったんで、今からねそっちの方に向かいたいと思います。電話で聞いたら空いててね、15分ぐらい。はい、じゃあ15分ぐらいかかるそうなんですけど、出発します。よかったです。母ちゃん、はい、温泉のブナの森着きました、はい、でもちょっとね寒いんですよ。今気温は測ってないんですけどかなり低いんだろうなと思います。めちゃめちゃ寒いです。で施設はねこんな感じの大きいところですね。はい、広いところです。よいしょ。はい、じゃあお風呂行ってきます。もうナギはね散歩も終わってご飯も終わりました。はい、じゃあお風呂、もう寒すぎます。行ってきます。もう音がね、雪を踏んで音がね全然違うんですよ。もう本当にギュッギュ言うね。ギュッギュ言いますね。うわ、寒い。静かなとこやな。水でが高い音がする。本当。綺麗な朝。しかし寒い。本当に寒い。やばいぐらい寒いです。もう顔がね痛い。600円ですね。ご希望のメニューを発見中です。あ、違うわ。7時や。あ、7時？ 7時になってるわ。なるほど。さっき終わったよな。あ、そっか。ご飯食べれるかなと思ったんですけど時間が間に合いませんでした。はい。仕方ないですね。食べ物はねいっぱい積んでるんで大丈夫です。こんな感じのところですね。じゃあ赤ちゃん、温泉行ってきてください。はい。はい。母ちゃん、はい、お風呂、はい、ブナの森ですね、はい、めちゃくちゃ気持ちよくって、私初めてね露天風呂のところでねうとうと寝てましたね。危なかったです。溺死するとこでした道がねやっぱり緊張しましたね。運転するのにどこが凍ってるかっていうのがねまだ判断がつかなくって、なんかずっと緊張しっぱなしで運転ここまでしてきたんで、だからちょっとね疲れたみたいですね。でもなんせ気温が低いんで体中から湯気出てますね。夜ご飯ね、まだ食べてないんでこれからね夜ご飯もしたいと思います。でここからですねまた黒松内の道の駅に戻りたいと思います。はい、じゃあ行きます。喉が寒さでおかしいですね。面白い。じゃあ道の駅へ戻ります。お月さんめっちゃ綺麗ですね。景色がねめっちゃ綺麗なんですよね。なんか空気が澄んでるからかな。いや、なんか本当に母ちゃんめっちゃ綺麗に見えんで。あ、マジで？うん。それはダイブしなければ。ダイブしないよ、もう行こうほんまにやめよう、もう今日はもうね寒いんですよね。なんせ寒くってちょっとふざけてるとちょっと体調悪くなりそうなんで、もう早く冷めそう。もう早くキャンピングカー戻りましょう。入らないとダメだ。寒い。鍵も全然ダメですね。もうずっと鍵を使って開けてます。ねえちゃんおるかな。あ、ねあちゃん出てきた。ただいま、お待たせ。お待たせ。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。もう息の白さがちょっと違いますね。どれぐらいやろ。今マイナス10度ぐらいなんかな。マイナス6度ぐらいかな。な。6度ぐらい。だけど、全然どうなんだろう。ちょっと感じすぎました。じゃあ気をつけて戻ります。
さっきね気温計出したばっかりなんですけど、今までの、我が家の最低気温記録はマイナス 9.8 度とかでしたかね。今道の駅黒松内なんですけども、なんと新記録更新です。マイナス 12.9 度。すごいね、でっかい。寒いね、寒い寒い。ね、すごいですね、やっぱり。で、サブバッテリーですね。これが 54%、今日ね、120キロは走ったよね。で、今朝がね、今朝何パーセント ?45 とかぐらいでしたよね。10% も回復してなかったんですよね、これだけ走って。まあこれは、やっぱりこの寒さの影響で回復しなかったんだと思います。まあ温度管理をね、今のところ特に何もしてないので、まあこういう結果になりましたね。まあ仕方ない。はい、仕方ないと思います。だからサブバッテリーの方にこれから温度計を入れていかないといけないね。温度計入れてちょっと管理していかないと、ちょっと難しいかな、このままだと。まあいろいろね、試していきましょう。はい、その中で、どなたかね、冬の北海道来られる方のね、何か、私たちは失敗談ばっかりになると思いますけど、参考になればなと思っているので、お役に立つんだよ。まあいろいろね、やってみたいと思います。ついてるけど、ガス入っとった？ガスが1個しか入れてないか、もう2つ入れないとちょっと今ガスを2つしましたね。ガス2つしたら火が強くなりましたね。なりました。これですね、一酸化炭素警報器もつけておきます。かっちゃん、遅くなりましたね。ただいまの時刻は10時39分ですね。めっちゃ遅くなりました。なんか思いのほかに時間がかかっちゃって、で私たちが今いる場所は道の駅黒松内ですね。もうね遅くなりましたからね、ささっと食べて寝ないといけないですね。美味しそう。美味しそう、美味しそう。もう寒いんでね。で、ナギはね、今暑い。大丈夫？暑いで暑いで暑いで。マジか。マジですか。ちょっとね、鍋で温まります。もうかなり寒いんで。でもお風呂でね、すごい温まって、今までないっていうぐらいリラックスして入ったな。居眠りして危ないけど、居眠りすることなんてなかったんですよ。居眠りなんてそんなしたこともないんですけど、今日はね、危ないんですよ。もちろん危ないんですけど、居眠りしちゃって。お風呂でね。お風呂で、もうめっちゃ危ないけど、なんかでも良くないんですよ。良くないんですけど、なんかふわーっとねしてました。すごい力抜けたね。抜けた。そっから頭痛かったも取れたし。そうよかったね。緊張してたのが取れた。ちょっとな、緊張してましたね。確かに。じゃあいただきまーす。はい。今日は鍋って言ってもうどんですね。うどんときのこですね。温まりますね。温まる。やっぱりね。なんせいただきます。道は緊張しますね。運転緊張します。青森とかでもちょっと滑ったりして止まらないなっていうのが1回だけあったんですけど、それとは違って青森は雪がねすごくあったんで、分かってた状態で滑ったっていう感じなんですけど、こっちは雪のないところで滑るみたいななんかそんな風に聞いてるんで、やっぱり怖いなと思って
すっごい緊張してます。確かに道に雪は少なかったですね。少なかったですね。まあ最後はね、この周辺はもう雪がもうがっつりあるんですけど、多分標高が高いんだと思うんですね。まあ、雪の量が全然函館とかとは雪の量が全然違いますね。で車内なんですけど FF ヒーターを入れてるとそんな寒くないな。寒くないな。なんか普通にこんな鍋なんかしてたら寒くないですね。気温もね、車内の気温は FF ヒーター入れてるんで、シェード全部閉めてってですね、でそれで今 17.3 度あるんで、まあ思いのほかにやっぱり FF ヒーターって優秀やな。すごいありがたい。ありがたいな。もう少し寒く感じるかなと思ったんですけど、これぐらいの気温まで下がったら全然寒くないね。まあ寒いは寒いけど、もちろんもう一枚脱いでもいい感じ。これであったかいの食べてるしね。でもこれで一回シェード開けてみて。これでね、もうめっちゃ曇ってるね。凍ってきてるわ。本当だ、割れないかな。まあ多分大丈夫だと思うけど、ちょっとゆっくりこっち、もう全然開いてるわ。もうここがちゃんとふわふわしてる、なんか外はねこんな感じですね。よいしょ。気持ちいい。こんな感じですね。この辺の空気気持ちいい。っていうか、もうめちゃめちゃ寒いからやで。空気が美味しい。母ちゃん、はい。外に出てきました。はい。で今の気温がですねマイナス見えますかね、マイナス16度ですね笑うしかない。まあFF ヒーターが効いた部屋から出てきたんで今は寒くないですけど、でもやっぱり喉がねちょっと痛いですね。まあこの先もっと寒くなっていったらかなり咳込んだりするぐらいな感じですかね。やっぱりね、かなり低い気温です。でナギもね今外に出してきました。散歩ですね。で今はねこうやってダウンベスト着させてます。でね靴もあるんですけど、靴はまだ履かしてないです。ナギもね少しずつ寒さに対応していけたらなと思ってます。あとねキャンピングカーなんですけど、もうかなりねこの辺とかはねもう凍ってますね。それは凍るわなもうまあ部屋の中の枕が凍ってるぐらいなんで。そうや面白いことになりましたよ。これねここにこうやって入れてたんですよ。で枕ね、でこれがバンクの上の天井に当たってたんですね。そしたらここがね凍ってるんですよ。ちょっと今はねもうさっき触ってたんで柔らかくなりましたけど、ガッチガチだったんですよ。こんな硬くないんですよこれは。でもこれがね凍ってるっていうのかな、これなんかもう寒くてもう本当に固まってるって感じです。水分がないんで凍らないんだと思うんですけど、ちょっと今こうやってやって揉みほぐしながら柔らかく、形がね普通戻るんですけどね、戻らなくなっちゃいましたね。最近びっくりしました。いろいろありますね。枕、さっき枕凍ってたもんな。そりゃそうやわな、当たり前やね。外凍らんでどうすんねん息がすごいな、母ちゃんの息がもう。そう、も臭い。そういう意味じゃなくてそうじゃないです。そうじゃないです。いちいち面白いこと言わなくていいです、じゃあちょっと散歩しましょう。はい。眠いばっかりして母ちゃん、はい、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。にゃんにゃんもこっちおいで。はい、にゃんにゃんもお疲れ様でした。なんかもらえる。お疲れ様でした。はい。はい、はい、よかったね。あれあれよし言われて。あれ
空いたな。みんなお腹空いとったんや。遅なりましたね。ただいまの時刻はもう11時27分めっちゃ遅いよ。めっちゃ遅い。どうしてもねコーヒーが飲みたくて、もうこのコーヒー飲んだら寝ようと思います。はい、今日も一日ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。運転お疲れ様です。今朝の5時16分なんですけど、最低気温もねマイナス 19.1 度まで下がったみたいですね。だいぶね寒くてね目が覚めました。今 F ヒーター入れたんで、また今から温まってくると思います。母ちゃん、はい、今マイナスまで落ちましたね。室内もで、ナギはこんな感じで寝てます。かなりの枕のところを占領してで、ナギもちょっとそのジャンバーダウンの部屋用のダウンを着て寝ています。これでまあなんとか電気毛布してないんですよね、私たち。まだしてないです、ね。電気毛布なしでもいけるはいけますね。大丈夫。ガーガー寝てました。自分もガーガー寝てました。でね、もうちょっとね寝ましょう。寒ないか。快適そうやな。じゃあもうちょっと寝ましょうか。おいで。これヒゲだったんで、この辺もちっちゃい細かいのがついちゃったな。湿気がないからそんななんかダマになることはないな。タオルだらけ。タオルだらけ。タオル。なんかよう分かれへんのれんみたいになってる。いらっしゃい。ちょっと走ったな。ケンちゃんは朝ごはんです。待って、父ちゃん見る。よし。ただいまの時刻は8時。消えちゃった。これ電池ないな、もう。電池がないんやな。ただいまの時刻は8時58
8分ですね。これ電池変えないといけないですね。電池がなくなってきました。で、気温は今がマイナス11度ですね。太陽はね、出たり雲に入ったりしてるんですけど、マイナス11度ですね。で、昨日の最低がマイナス 19.1 度ですね。これはちょっと予想外に寒かったですね。まあ、マイナスね、実はね、マイナス10度ぐらいだと思ってたんですよ。今まで私たちが経験した最低気温がマイナス 9.8 度ぐらいだったんで、記録更新だなとかって言ってたんですけど、もう幅に10度ぐらい更新しましたね。これは驚きました。この車内がマイナスまで行ったっていうのがね、びっくりしましたね。まあでもこれからね、これがもっと下がればこれも下がるっていうことになるんで、まあFF ヒーターつけたらね、全然大丈夫なんですけど、やっぱりね、このマイナスっていう、この車内の気温はね、これは気をつけておかないといけないですね。おはようございます。今、道の駅黒松内の物産館とパン屋さんが開いたんで、パンは今日は 20% 引き。はい、いっぱい買います。はい、じゃあ行ってきます。母ちゃん、どうですか、寒さ。気持ちいい。ほんま。結構でも、答えるな。長時間いたら凝ってしまいますね。そうですね。指先がですね、めっちゃくちゃ痛いですね。手袋してるんですよ、もちろん。手袋してるんですけど、手袋の先でもうチーンってね、指先が痛くなっちゃうんで、なので、この手袋の中にもう一個手袋をするか、この手袋の外にもう一個でっかい手袋、あんな感じのをするか、今検討中です。どっかでね、買わないといけないんですけどね。20% 引き。もうないんちゃうほんなら。ほんまやな。いい匂い。アンパンマンですね。めっちゃいい匂いがしてる。じゃあ母ちゃん、ここからですね、登別に向かって行きましょうか。登別行ったことないですからね。そこにある有名な温泉に、行こうと思ってます。で、その前に朝ごはん食べてないじゃないですか。北海道の視聴者さんから教えていただいた、ちゃんぽんがその手前にあるみたいなんで、うまくいけばですけどね、ちゃんぽんを食べてから温泉に入ろうかなと、思っています。じゃあ出発します。出発します。行ってきます。まもなく側道を左方向です。今洗車してすっきりしましたけど、残念なことが起こりました。洗車しててダウンのパンツのね、どっかで引っ掛けちゃったみたいで破れたんですよ。で、中身がねめっちゃ出てきちゃって、今もうテープで貼ってます。もうこの度はこのテープ貼った恥ずかしい格好でずっとまだ北海道初日っていうのに2日目か残念。母ちゃん、ちゃんぽん屋さん、イーグルさんですかね。ここは北海道の視聴者さんから教えていただいたちゃんぽんのお店、家内がちゃんぽんが大好きなんで教えていただきました。ありがとうございます。じゃあ食べに行ってきます。ここで合ってますよね。間違ってないよね。はい、じゃあ行ってきます。